さん、こんにちは。今日は音声だけでポッドキャストを撮っておりますが、カメラがあるとどうしても動画としてって考えてしまって、話自体は30分ぐらい話してることもあるんですけど、結構カットしちゃうんですよね。でも、ポッドキャストってテンポよくっていうより、聞いて私の場合は日本語の勉強を含めて何か取り入れてもらったりとか、リラックスしてもらえればいいなと思ってやってるので、あんまりカットしすぎるのも、ポッドキャストじゃなくなっちゃうんですよね。いろいろと試行錯誤しておりますが、でも、Spotify の方もね、たくさん登録、再生していただいて、YouTube の方もコメントとかいろいろいただいて嬉しいなと思ってます。メンバーシップやってほしいってメインチャンネルの方でもたまにあるんですけども、メンバーシップっていうのは YouTube 側にお金を払ってる人だけが見られるコンテンツを発信するっていうことですね。メインチャンネル側ではそういうのやってもいいのかな。でも、お金を YouTube 側に払ってまで制限して見てほしいものってなくって、見たい人全員無料で見られたらいいなと思ってるので、もちろん私にもお金は入るっていうのはありますけども、広告収入とかであるので、そこはどうしようかなっていう感じなんだけども、逆に、ポッドキャスト側でメンバーシップなんてやったら何でも話しちゃいますよね。あんまり話しづらいお金のこととか恋愛のこととか、ただそこに興味がある人がどれぐらいいるかっていう話ですよね。やっぱり SNS って綺麗なものもしくは反響があるものしか基本的にアップしないので、その影響力がある人とか、いわゆるインフルエンサーみたいな人ですね。だから確かに私が発信しているポッドキャストだったり、最近はスレッズとかでも発信してますけど、基本的には事実とか私の思いを発信しているけれども、全部を見せることはできないですからね。本当はこういうことで悩んでいるとか、人間関係もいろいろあったり、それを全部発信するものではないですから、そういうのを発信してもいいっちゃいいんだけども、昔ライブ配信やってた時は、そのリアルタイムでしか視聴者さんは見れないので、メンバーシップではないけども、レアですよね。質問して何でも答えてっていう形で何でも話してましたね。最近はですね、このポッドキャストも含めてですが、新しく動画編集をお願いしてみてるっていう状況で、他にも私の SNS とかいろいろとリリースしたいものがあるので、そういうものを一緒にやってくださる方を募集しまして、無事に一緒にやる方が見つかりまして、本当に感謝なんですけども、やっぱりこの挑戦をしてよかったなって思って、この挑戦をしたばっかりの時のポッドキャストをカメラ回して撮ってるんですけど、多分それの公開は来週ぐらいになるかなと思うんですけども、いろいろとやってますが、その時にすごい悩んでいて、私自身が、自分ではそんなに大きな
悩みでもないし、大変だけどそれはありがたいことだし、常に周りに感謝をしてとか、礼儀正しくとか、それはずっと前から思ってる風にやっていたんだけど、正直自分のマインドがとても良くなかったなっていうことに気づきまして、それなんで気づいたかっていうと、友達と話したからなんですね。あのタイミングであの友達とたまたま話したっていうのがすごいことだなって思ったから、それについてお話ししたいなとも思うんですけども、この間、ちょうど暑くなってきた時ですね。最近はもう30度超えで今日もめちゃくちゃ暑いですけど、7月入ったばっかりの時は、まだ梅雨もあったし、そんなに暑くなくて、日本全体がきっと驚いていたんですよね。こんなに涼しい夏、何十年ぶりみたいな感じで、私も本当に思ってたし、でもみんなもそうだと思うけど、いつか灼熱の夏が始まると思ってると、そんな喜んでられないなっていう、どうせまた暑くなるっていうふうに思ってたんですけど、やっぱり暑くなりましたね。で、その暑くなってきたぐらいの時に、仕事で私は新宿の方に撮影の仕事で行ってました。その後、友達とランチ。あんまり時間がなかったんで、1時間ぐらいしか話せなかったんですけど、ちょうどその時が、私結構悩んでいた時で、人との付き合い方もそうだし、家族との付き合い方もそうだし、そんなどん底とかっていうわけではなかったんですけど、どうすればいいんだろう、どうすればうまくいくんだろうって結構もやもや悩んでいたんですね。それを友達に話して、友達も結構私にいろいろ悩み相談とか昔からしてくれてて、どちらかというといつも私が励ますじゃないけど、私ポジティブなんで、いろいろ元気づけたりとか、そんな具体的なアドバイスはしないですけど、話を聞いてって。で、話聞くといつもありがとうって本当にいつも聞いてくれてありがとうって言ってくれるんだけど、その時は立場が逆でしたね。友達が結構その友達もネガティブ寄りなんですよ。だからポジティブな私と話すのが好きって前から言ってくれてたんですけど、最近彼女もここ数ヶ月で変わりまして、いろいろありまして、とってもポジティブで明るくて毎日楽しいっていう感じになったんですね。そこに行くまでにもいろいろあったんですけど、で、彼女の話を聞いて、すごいなって思ったし、いろいろあるけど、まず大きなことは、そんなに劇的に何か行動しなきゃいけないとかではなくって、感謝を忘れないこと、褒めることなんです。これ私分かってたし、みんなも分かってると思う。でも、分かってても行動しないと意味ないんですよね。感謝してるならそれを伝えないといけないし、過剰でも褒める。それが良い結果になる。で、大変なことがあって、今は辛くても、最終的には絶対に良い結果になる。それまでの過程だって。私もこういう言葉何回も聞いたことあるし、自分でも何回も言ってたんだけど、改めてその友達にいろいろ励ましてもらった時に、そして誰に対しても感謝を忘れちゃいけなくって、で、それを絶対に伝えなさい。思ってるだけじゃ全然意味なくって、自分自身感謝してると前向きになる、ポジティブになるとか、いや、それじゃないんですよ。実際にその言葉を発さないといけない。行動しないといけない。なんかちょっとスピリチュアルみたいに感じるけど、でも、そう思うと行動するだけですから、なんか祈るとかじゃないですから。でそれを改めて、そうだなと思って。その時の私はいろんなことに対して不満があったんですね。仕事とかプライベートもそうだし、
結構不満があって、それでもニコニコしていたんだけど、やっぱり心の中では不安があって、このままで大丈夫かなとか。で、それをすべてもう、じゃあ今関わってる人、これからも関わりたい人に感謝をして、それを伝える、超伝えるっていう風に言われて、じゃあそれやってみるって言って、で、やっぱりその期待値、自分が望むもの、期待するものにならなかった時に人間って不安になる、落ち込むじゃないですか。それ私分かってたのに、やっぱりできてなかったんですね、その時。私も珍しく気分が落ち込んでた時だったんだけども、ああ、そうだなぁと思って。だから、あのタイミングで、そのことを教えてくれたっていうのがすごく自分の中で大きくって、で、その後も LINE で、絶対大丈夫だよって言ってくれて、なんか、本当にすごく救われました。元気になりました。だから、やっぱり自分の考え方と自分の行動しかないんだなっていうのを改めて思いまして、そこから自分が変わらないと周りが変わらないから、やっぱり変えました。自分の考え方をですね。何に対しても感謝して、で、その時同時にですね、私のクライアントさんで脳科学とか、そういうものをですね、発信している女性がいるんですけども、その彼女の発信とかを管理しているんですけども、言っていたのが、脳の仕組みで6対3対1の法則っていうのがありまして、結構有名らしいんだけど、私これ知らなかったんですね。631っていうのは、人間の脳って100%すべて自分が好きなもので周りを満たすことはできなくって、6個の自分にとって良いもの、3つのまあまあいいもの、1つの悪いもので形成されてしまう。つまりこれは、じゃあ自分の好きな人、好きなもの、好きな仕事だけで一旦じゃあ 100% 固めたとしても、絶対に1割嫌な部分は出てくる。で、3割は、まあちょっと最高ではないけど、ちょっとまあまあかな、みたいなのになってしまう。これは自分のその仕事もそうだし、人間関係とか人に対してもそうなんですよね。だからそう思うと、いろいろと仕方ないなって思って、そう、すべてのことは仕方ないし、しょうがないし、どうせうまくいくから最終的には、どうでもいいかって思うことが大事で、やっぱ考えすぎちゃうんですよね、悩む人って。私もそうだけども。だから、あ、そうだなって思って、自分の仕事も確かにそうなんですよね。動画編集大好きって言って、じゃあ100の動画編集の仕事を請け負ったら、だんだん嫌になってくるし、やっぱり 100% すべて自分のお気に入りのもので埋めることってできなくって、人もそうですよね。100% 全部大好きではなくって1割ちょっと嫌な部分、不満な部分があったり、それでも大好きな部分が多いっていう。だからこれっていろいろとしょうがないって思えますよね。常に1割の不満とか不安はある状態だっていうのが。あとは、今月、私もいろいろと動きまして、仕事の部分ですけど、やっぱり動いてみることって一番大事で、ちょっと今月忙しいから来月からにしよう。もうちょっと自分の仕事を整理してからにしようとか、今、売上と経費のバランスが悪すぎるから、もうちょっと整えてからにしようとか、
そうするといつまでも動けないし、準備ばっかりに時間がかかってしまう。で、とりあえず動いてみると、これもその脳科学の人が言ってたんだけど、人間の脳って未完成な状態に対してすごく不快感を覚えるから、とりあえず動いてみて、それでもうちょっと修正しなきゃいけない部分をまず修正しようっていう風に動くっていう風になってるらしくって。だから今月とりあえず私動いたんですね。いろいろとバタバタしていたけど。その中で進めていく中で、確かにやっぱり未完成な部分とか足りない部分ってたくさん出てきて、そうすると不快というか、やっぱりそこ先に手つけなきゃなってなるから、私すごく良かったなと思って、最初ほんと不安だったんですよ。採用とかも含めてですね。大丈夫かな大丈夫かなって。私損したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしようとか、いろんな人に迷惑かけちゃったらどうしようとか思ったんだけど、えいって動いてみて、そこからもずっと選択を続けていって、今7月中旬ですけど、結果的にすごく良かったなと思って、もちろんまだ全てにおいて完成してないし、全然未完成なんですけども、そこの穴が見つかったから、じゃあ次これやらないと、次これやらないとっていう、だから行動して不安がありながらも人に相談しながら動いてた自分良かったなぁとも思うし、あとは今月に関しては、ちょっと自分で手を動かす量を減らす目的でいろいろ動いてるけど、今月は増やそうかなと思って、自分でできるもの自分でやろうかなと思って。例えば、私いろんなところで発信してるんですけど、自分がやらなくていいものは自分でやらないっていう風に決めて今年は動いていたんだけど、そうだとしても自分でできるものは自分でやった方がいいんじゃないかっていう考えになりまして、だから業務量とか時間的にはたくさんになっちゃったんだけど、自分でやったことでわかることもあるし、やっぱり自分のことは自分が一番わかってるから楽になる部分もありますよね。でも、インスタが多分もうここ1ヶ月以上更新できてないんだけど、そういう管理の部分もやりたくって、今いろいろと動いてますが、8月からしっかり動けるかなっていう、そこも不安もあるんだけど、もうやってみて、ダメだったら改善して、でもきっと今月ちょっと行動したことによって、プラスのこともたくさんあると思うし、本当に勉強の連続です。その友達と話した次の日ぐらいに、別の、お友達と言いたいぐらい信頼してて仲のいい女性ですが、実際会ったことは1回しかなくて、ビジネスでお会いしたっていう同い年ぐらいの方ですね。急に私が悩んでるタイミングで急に DM が来たんですよ。同じ悩みがあって。私がスレッズで発信してたからかな？インスタかな？それを見て DM してくれたと。私すごく嬉しくって。で、私たち同じ悩みだから経営とかに関して多分同じぐらいの位置にいて、事業内容はちょっと違うけども、でも彼女は動画編集とかはしていないけれども、逆に私がやっていない事務作業とか、そういうのでクライアントワークをやっていまして、売上的にも私よりきっと多いと思います。同じ悩みを持っていて、で私がそういう発信をしていたから、話をしたいというか、アドバイスが欲しいというか、そういう DM をいただいて、私全然アドバイスできるほどね、ではないんだけども、ちょっと動いたんで、そのことに関してとか、あとは、その DM もらった日が、ちょうどその友達に励ましてもらってた日だったから、そのことについても話してあげようかなと思って、
電話して、最初30分ぐらいとか言ってたのに、最初から絶対この女子トークは30分で終わらないっていうのは当たり前なんですけど、多分2時間以上話してましたね。夜に。そこでもすごく私勉強になったし、楽しかったし、嬉しかったんですね。私たち結構好きなものとかが似ていて、そういう共通点あるなと思って、仕事のやってることもまあまあ似ているし、っていう感じで、もう一個似てるのが、YouTuber のヒカルっているんですけど、彼女は彼のすごくファン。私はめちゃくちゃファンではないけど、面白いからたまに YouTube 見る。でも、ヒカルの YouTube って長いんですよ。一本の動画が。長すぎるから、見ると言っても全然見たことはないんだけど、切り抜き動画とか、あとは昔の動画とか、あと結構対談してるんで、そういうところを見てたりするんですけど、やっぱり、ヒカルは本当にすごいと思います。日本人はヒカルのことみんな知ってるかな？知ってはいるかな？結構ニュースとかに出てきたりするから。海外の方はわからないかもしれないですね。日本の YouTuber ってやっぱ芸能人と違って別にそんな世界中で有名なわけではないので。ヒカルのすごいところは自分の意見を何でもしっかり持っていて、それをはっきりと言えるところ。これって結構難しいじゃないですか。特に日本人は特に難しい。それがすごくうまいんですね。だから話がうまい。言語化能力が高いっていうのもあるんだけど、それではなくて何に対しても自分の意見を自信を持って話してるのが本当にすごいなと思って。で、全然政治のこととか経済とかそういうのは知らないけども、彼のそのマインドっていうのは漫画ってずっと言ってるけど、そこも個人的には私も漫画大好きだから、で、ワンピースとかキングダムが大好きらしくて、私と全く一緒なので、よくその対談ですごい方と話してる時も急に漫画の話が始まったりするんだけど、でもそれも自信持って漫画の話をみんなの前でしているから、そういうところもすごいなって。やっぱりその前置きしちゃったりするじゃないですか。例えば、これは全員に当てはまらないかもしれないけど、とか、個人的にとか、これ言ったらちょっと良くないかもしれないけど、とか、私も言うと思うし、これ言う人いっぱいいるんですけど、彼は言わないんですよ、そういうこと。多分周りにどう思われてもいいし、自分の知識が間違ってるかもとか、ちょっとは思ってるかもしれないんだけど、そういうのわざわざ言わないんですよね。そこは本当にすごいなって思うし、だからこそ、カリスマって言われてますけど、結構でもね、YouTuber とかって一般的にバカにされやすいというか、彼だけじゃないですけど、たくさん稼いでいるのに、そこに嫉妬とか、ひがみもあると思うんですけど、よくネットで切り抜かれてバカにされたりとかするんだけど、それでも、こうやってやっぱ結果を出しているわけだし、こうやって私もファンとは言えないけど、やっぱりすごいなって思って動画も見ちゃうっていう人がたくさんいるから、本当にああいう人はすごいなって思います。で、もともとから生まれからそんなお金持ちとか有名とかではなくって、すごい田舎に住んでいて、最初は工場かな、そこで働いて、で、すぐ辞めて発信してってこうなっていったから、すごいですよね。はい。ということで、最近の近況なのかな。最近の近況ってなんか同じこと2回言っちゃったけど、こんな感じで頑張ってるよっていうことですね。
とめると、感謝を忘れない。でそれを言うってことですね。それにつきます、本当に。あとは、楽しいっていう気持ちを常に持って。本当に落ち込んでる時ってそれできないかもしれないんだけど、そういう時に友達でもいいけど、誰かと話すっていうのすごい大事だなって思いました。だから私は、すごい感謝ですよ、あの時。本当に嬉しかった。で、彼女もそういうマインドだから私のことめちゃくちゃ褒めてくれるんだけど、それももちろん嬉しいしね。だから私もめちゃくちゃ褒めて、で、その感謝、褒めるっていう還元をいろんな人にしていったら、今とっても調子がいいです。忙しいからポッドキャストあんまり撮れてないけど、こういう感じで頑張っております。はい。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。